自然あふれる高知北東部人知れず柚子で数十億円も売り上げる村があります。わずか1000人の小さな村ながら全国のスーパーで見かける商品も生産。柚子の鬼が開発した装置で柚子を様々な加工品に仕立てています。うまいもんがあふれる高知市内、フルーツトマト発祥の地で一番うまい特谷トマト、いちごをしのぐ糖度で甘い高知最高のグルメ、カツオのたたき、それをお米で巻いた土佐巻き。カツオ以外の海鮮も安くてうまい。昔ながらの人気ラーメンや伝統の揚げ焼き餃子、高知発祥の鍋焼きラーメン、最後は雑炊にするのが朝法。高知のディープな観光地とグルメをお届けします。仕事上がりに関西から車で高知入り、車を妻の実家に停めて晩ご飯へ向かいます。海鮮がうまいすごろくはお店を早じまい。屋台で安兵衛も出来込みです。経験的に美味しそうな雰囲気がした自見総裁たちが何します。結果大当たりのようで、通常は予約なしでの入店は難しい海鮮の名店。高知県の食材と酒にこだわり、海鮮料理と日本酒とのマッチングを提案してくれます。魚料理はカツオのたたき、ブレなど地元の鮮魚を使った品が人気。実は高知のトウモロコシとアスパラもうまい。ビールも極上のようなのでビールで乾杯。お突き出しが菜の花のからしあえと煮こごり。初カツオのハランボ塩焼きです。いわゆるカツオのトロでなぜか安い。酒造りの職人が自分が飲みたい酒として作った呉の名酒ドクレ。呉は漁港の町なので海鮮との相性が抜群。甘鯛のサクサク唐揚げ、トウモロコシとアスパラのかき揚げ、初カツオのたたき。盛り付けがおしゃれですが、実は店主は京都で修行をした方。土佐清水出身であり、京都の寿司屋で修行を重ね、高知へ戻ってお店を開いたそうです。カツオのたたきは塩とわさびとニンニクでいただくのが高知流。レインボータイガーこと秋虎。高知県産の酒米を使用したキレのある味わいで、高知料理との相性が抜群。高知産のナスのトロトロ田楽、サービスでいただいた高知のフルーツトマト、葉わさびなどもいただきながらかなり飲みましたが、2人で1万円もしないコスパの良さ。京都の加工技術と高知の新鮮な海鮮が組み合わさったハイレベルな料理でした。本日は馬路村へ向かいます。2時間半と表示されていますが、1時間半ぐらいで着きます。ナビが古くて新しくできた無料の高速道路が持っていないためです。高知龍馬空港を中心に東西に高速道路ができています。安田川を左折、北上し山の中にある馬路村を目指します。ここから約30分は基本的に片側1車線の細い道路。高知の自然は高知市から西の仁淀川が有名ですが、実は北東部も綺麗。以前に訪問した次郎のお家がある秋も綺麗です。水が綺麗なので日本酒の酒蔵も多い。馬路村に到着。人口1000人と小規模ながら柚子の生産により村としての売り上げが30億円を超えるリッチな村。四国山地の綺麗な自然に囲まれ、森林率は約 96% と高く、清流安田川が流れています。もともと名物がなかった村ですが、1963年に都会の人は柚子が好きという話を聞いて柚子を植え始める。そこから柚子ジュース、ごっくん馬路村、柚子の村、ポン酢醤油など柚子の加工品を生産開始。1993年には売上10億円、2005年には売上30億円と急成長しました。現在では柚子マネーで作られた見学可能な最先端の柚子工場や研究所があり、村限定の柚子商品などを販売する店舗が並ぶなど活気があります。まずは柚子工場を見学。ごっくん馬路村を年間600から700万本も生産している工場であり、総工費は約25億円にも上りました。柚子製品の製造工程や出荷場、新商品の研究開発室などをガラス張りの通路から見学でき、
歴史や商品についての学習もできます。2階で見学の受付をするようです。階段を上ると立派なロビーと事務所がありました。著名人も来ているようです。受付を済ませると柚子ジュースのシーンがありますが、好きなだけ飲んでいいそうです。冷たくて柚子の香りが立った美味しいジュースです。柚子と蜂蜜だけを使用した飲料であり、柚子という商品名です。6倍濃縮なので炭酸やお酒で割ったりしても美味しいです。ロビーの隅には柚子の加工品を製造するための圧搾機が並んでいました。柚子を絞って果汁を抽出する機械ですね。投入口から柚子を入れて、ロールの間隔を狭めて徐々に果汁を絞る機構です。清潔性の観点からベルト部位はおそらく PTFE を使っています。柚子の鬼がこれらの圧搾機を開発したようです。試作機ですら手動の絞り機の10倍も効率が良かったと書いてあります。1972年の出来事です。ごっくん馬路村の製造ラインと出荷場を見学します。柚子を届けたい若者に戻ってきてほしいという思いが伝わってきます。収穫の時期には集荷場へ約800トンもの柚子が運ばれてきます。集まった柚子を絞り、大きな工場で加工品に仕上げていきます。ごっくん馬路村という一つの商品だけで大型の製造ラインになっています。出来上がった商品はこの出荷場から全国で運ばれていきます。ちなみに商品は50種類以上もあり、全国で販売されているものとここでしか買えないものがあります。こうした商品は工場併設の研究所で開発されています。高価な装置が導入されていたり、学会発表のポスターも掲示されていることから本気加減が伺えます。工場を出て柚子商品を買いに行きます。農林産物直売所で売られているようです。工場で展示されていた全国展開の商品はもちろん、ここにしかない限定商品も購入できます。ポン酢醤油だけでも柚子たっぷり、だしたっぷり、減塩タイプなど6種のラインナップがあります。ノーラエイとは高知の方言で使い勝手がいいという意味です。つまりこのポン酢は何にでも使える万能タイプ。こちらは通常タイプの2倍の柚子を使用。とにかく柚子が効いたポン酢です。基本的に保存料や着色料などは不使用です。添加物不使用にこだわり、14種の原材料を使用したポン酢。江戸時代でも作れるくらい天然材料ですね。贈答用のセットもあります。ポン酢だけでなく、柚子チューハイや柚子リキュールなどもあります。さらには柚子オイルを使用したシャンプーまで。一押しの柚子の酢。柚子から作った酢ですが、基本的に他の柑橘類や出汁が加えられている場合が多い。高知県で販売されている柚子の酢は、私が知る限り柚子果汁 100% です。柚子胡椒や馬路村産の味噌など大量に買い込みました。直売所の横にパン屋を張ってご夫婦で営んでおり、毎朝9時から10時にかけてパンを焼き上げています。アンティークな雰囲気の店内は、焼けたパンとハンドドリップのコーヒーの香りが漂っていました。馬路村には温泉があると伺い、徒歩で向かっています。奥に見える赤いのは水浴で動くケーブルカー。大人400円で乗車できます。インクラインのそばに温泉があると聞いて車に変更。道中、森林鉄道を発見。かつて材木を運ぶのに使用していた蒸気機関車をミニチュア化し、観光客を乗せているのだそうです。大人600円で乗車できます。馬路村の温泉に到着。コミュニティセンター馬路という宿泊施設にある日帰り温泉です。全15室の宿泊施設には大浴場、プ
プール、売店などが設けられており、例年11月開催の柚子祭りの際には予約困難になります。レストランもあります。柚子を使ったメニューが豊富で食べたかったですが、残念ながら昼の営業は終了していました。河原に降りられるポイントを発見。先ほどの最先端の工場とのどかな景色のギャップがすごい村でした。収穫祭の時に泊まりで来ようと思います。先ほども少し言いましたが、安田町は水がきれいで日本酒の製造に向いています。道中、高知では有名な日本酒南の酒造がありました。うまいので見かけたら飲んでみてください。目の前の大きな浜は遠野浜です。ここには SNS で人気になっている休憩所があります。スペインで最も美しい街と紹介されるモンテクリオ町をイメージした建物が映えるとのことです。2018年に安田町はスペインモンテクリオ町と姉妹都市協定を結びました。姉妹都市協定を結んだ理由は、両者が人の営みと自然が調和した美しい景観を持っているから。小規模な町ながら安田町は柚子、モンテクリオ町はオリーブを基盤として農業をきっかけに地域活性化を目指しています。姉妹都市協定を記念して2022年末にこの遠野浜休憩所は作られました。もともとは林業で成長していた安田町には当時の森林鉄道で用いていた水道などがあり、映える観光スポットとして人気です。いつも思いますが、高知の浜は広いなぁ。高知市内へ戻ってうまいカツオのたたきを食べます。播磨屋橋の駅で降りて京町商店街へ。これが日本三大がっかり名所の播磨屋橋。柳健という土佐郷土料理屋で食事します。高知の海、山、里の食材を生かし、旬の素材を使用した料理を提供しています。カツオのたたきはもちろん、地元民には唐揚げのうまい店として認知されています。店主は高知の漁師町宇佐で漁師の息子として育ち、魚の目利きがうまい宇佐須崎直送の鮮魚を海洋深層水の生けすで管理する信頼のおける店です。店主はかつて高校野球の春季選抜大会で優勝した経験があり、その後の人のつながりから著名人にも知られています。海外で野茂選手と一緒にリムジンに乗ったことがあるなどの噂を地元民から聞きました。まずは乾杯。突き出しのアサリの肝和えで期待が高まります。鮮度抜群のカツオのたたき。分厚くて色味の綺麗なたたきの上にニンニクとわさび、玉ねぎを乗せていただきます。新鮮だけど藁の香りが立っていてうまい。土佐巻きとサバの棒寿司がやってきました。土佐巻きとはカツオのたたきを米で巻いたもの。まずはサバの棒寿司。脂の乗ったサバと酢の締め加減が絶妙です。土佐巻きはニンニク、青ネギ、大葉も巻かれています。人気の唐揚げ。衣が薄くサクサクで美味しい。宇佐のすり身天ぷら。魚の香りがふわりと漂う一品です。四万十の青のり天ぷら。いかに衣を薄く揚げるかでうまさが決まります。高知の名酒桂月。高知県工業技術センターが開発した工具を使用し、独特のフルーティーさを備えています。食後のデザートが食べたくなりました。
ステインバルをイメージしたスイーツ&ピザバルとして営業するパサージュ1141。スイーツはバスク風のチーズケーキ、ピザはマルゲリータが人気。一人でも帰りやすい雰囲気ですが、人気店のため夜でも混んでいます。スペインのサンセバスチャンのラリーニャのチーズケーキを再現。店内でもいただけますが、持ち帰りも可能です。いい焼き色してますね。真ん中がトロトロで絶品でした。ラーデベルガーというドイツのピルスナービール、さっぱりしているので締めの一杯にちょうどいい。屋台の撤去で店舗へ移転したまっちゃんに行きます。マルハイなどの名店は並ぶ高知55番台。同じく屋台の名店だった純ちゃんも店舗になっていました。人だかりのできている場所がまっちゃんです。グリーンロードという屋台通りで営業していましたが、2024年3月に撤退。同年の5月から店舗での営業を再開しました。並んでいる間に高知在住の妻の母おすすめの居酒屋を紹介します。まっちゃんの横にある月の寝床です。エスニック系の料理がメインですが、四万十の肩豚、ロース塩コショウステーキ、四万十ポークスペアリブ煮込みなど地元食材を使用したメニューが人気。飲み放題付きで4000円以下のコースがあるなどコスパもいいです。ウェイティングボールを見ているとそろそろ呼ばれそう。まっちゃんは餃子は有名ですが、実は醤油ラーメンもうまい。鶏わらスープのあっさりとした味わいですが、コクがあって屋台時代と変わらぬうまさ。高知ならではの揚げ焼き餃子で、外はパリパリ、中はとろりとした味わい。ラードで揚げ焼きしているのでガツンとした味わいが最高。移転前はよく通っていたバールバフォーネ、日本一と評されるジェノベーゼを提供してくれます。まだ22時前なので土佐電が動いています。おやすみなさい。本日は日曜市、ランチがうまい店や海鮮のコスパが最高の一丁でディナーします。高知の日曜市は1690年に始まった伝統ある市場です。高知市内のど真ん中が歩行者天国になり、高知のうまいもんや生鮮食品が並びます。高知名物のピモ店、国産の金時系のさつまいもを50年以上の門外不出の衣で揚げています。外はカリッと、中はふわりと甘いピモ店は観光客にも人気。特にここ10年ぐらいで客足が伸びてきたように思います。甘じょっぱい芋けんぴもうまい。個人的には芋や金次郎の方が好きです。高知は根菜や果実といった日持ちする名物が多く、観光客でも買いやすいです。5月の果物だったら小夏が旬。高知発祥のフルーツトマトも見逃せません。糖度が高く、いちごよりも甘い。特に海水が染み込んだ土壌である徳谷というエリアで作られたトマトが最高。過酷な環境で育つことで甘みと旨みが濃縮されています。全国的に知る人ぞ知るトマトですが、県外で購入すると高い。日曜市なら安価に購入できるので自宅用、贈答用ともにおすすめです。ちりめん系も名物です。イワシの稚魚がどこでも取れるのでうまいし、価格も安いです。4月末に開催される赤岡町の泥目祭りでは、イワシの稚魚とお酒がたくさん楽しめます。ゆず酢がありました。未開封だったら半年から1年は風味が落ちないのでお土産にも便利です。高知駅に立ち寄りましたが、よさこいのイベントをやっていました。本番は8月ですが、5月くらいから練習を開始するところが多い。今踊っているのはタキオンというチームです。高知駅の近くにある鍋焼きラーメンちやき、何度か食べたことがありますが、ここはうまいです。仕様があって土佐山田へ向かっています。2024年3月にオープンした体に優しい無添加オーガニックランチが楽しめる人気のカフェです。
日替わりランチがあり、味のクオリティが高いです。店内はステンドグラスやアンティークな家具が配置された落ち着いた雰囲気。本日は5月4日なので、日替わりのメインはサラダチキン。オーガニック野菜を使用しています。テーブル上にある砂糖は沖縄や鹿児島で栽培されたサトウキビから作られています。日替わりランチが到着。サラダチキンも野菜たっぷりで健康に良さそうです。山菜や白あえ、オニオンリングなどヘルシーです。調理時も添加物を一切使用しないとおっしゃっていましたが、抜群にうまいです。デザートはお芋のクランブルケーキ。国産の米粉と一部に国産の小麦を使用しています。さつまいもの優しい甘さが染み渡ります。使用を済ませて高知市内でディナーです。一丁は高知放送の番組でプロが選ぶ魚のうまい店ランキング1位を取得した居酒屋。釣り好きの店主が大阪から高知に引っ越して2008年に開業したお店。店主が自身で釣った魚を刺身で提供することもあります。観光客はもちろん地元民にも人気のため予約は必須。小さ巻きや四万十の料理、ウツボの唐揚げなどが人気です。名物は刺身の盛り合わせ。1人前で5から6種、大きな刺身が2切れずつとかなりボリュームがあります。栗を 85% も使用した氷中むっくりと合わせて食べるのがおすすめ。分厚くカットされた刺身が到着しました。これで1人前です。鮮度が良すぎて笑いが出るほどうまいです。酒盗と縁側わさび、柚子の香りが加わりさっぱりとした味わい。お酒が進みます。縁側のコリコリした食感とわさびのコラボがうまい。板鶏の炒め物、実は高知名物です。揚げナスのたたき風、薬味が大量に乗っておりさっぱりとした味わい。クエの唐揚げ、鱗を立たせてカラッと揚げています。山菜の天ぷら、鮮度のいい魚と工夫を凝らした一品料理の質が高かったです。ボリュームがあるので割安に感じました。広めは相変わらず大盛況。本日は須崎で鍋焼きラーメンを食べて道の駅中土佐でカテします。高知の東側の高速道路は無料ですが、西側は有料区間が多い土佐市と高知市を隔てる仁淀川です。須崎で高速を降ります。鍋焼きラーメンの元祖谷口食堂の味を追求した丸みの店です。一晩寝かせたタレ、四万十の親鶏ガラ、玉ねぎをたっぷり使ったスープがうまい。1989年の創業以来、2025年で75歳を迎える女将、奥本真由美さんが切り盛りしています。人気店のため、並びが発生、ウェイティングボードに記名して待ちます。店内は大繁盛。壁には歴史を感じさせる新聞記事や有名人と店主の写真が飾られています。ちなみに高知の居酒屋でよく見かける達水川いかんは酒の席だと薄い酒じゃいかんという意味になります。鍋焼きラーメンの通常メニューは6種ありますが、限定メニューもある。高知のブランド鶏土佐次郎を使った限定の鍋焼きラーメンを注文。土鍋を開けると熱々の鍋焼きラーメンが登場。鶏と醤油のいい香りが広がります。具材は鶏とちくわ、ネギ、生卵です。細めのストレート麺を短時間で茹でておりコシがあります。玉ねぎの甘さと鶏の旨味がしっかりと溶け出た極上スープ。途中から卵を崩して麺と絡めていただきます。そして締めはご飯を注文して雑炊。スープを残しておけば厨房で雑炊を作ってくれます。熱いので冷まして食べないとむせます。
雑炊がうますぎなので必ず注文した方がいいです。オンラインでもお取り寄せできるようです。漁師町というコンセプトを生かして2017年にオープンした道の駅中土佐。地元の農産物、鮮魚、お土産の直売所やいけすの魚介を購入できる店、高知のいちごを使用したスイーツを食べられるお店など様々な店舗があります。今回の目的は高知産のいちごのスイーツを食べること。風工房というカフェへ向かいます。地元のいちご農家と密接に関わっていて、12から6月頃は完熟生いちごをふんだんに使ったスイーツを提供。いちごソフトとケーキ、コーヒーを注文。完熟いちごのケーキが甘くてうまい。ソフトクリームはいちごソースやピューレなどを使った濃厚な味わい。ちなみに別のお店ですが、カツオソフトクリームもあります。直売所マルシェ中土佐。中土佐町の地のものが揃っている店舗です。右のいけすに入っている見慣れない貝はヒオウギ貝。高知では長太郎貝として日常的に食べられています。氷漬けにされたシイラ。中土佐の小川製塩所が海水を原料に火入れをせず、太陽光だけで2ヶ月間かけて作った塩です。上に見える建物へ向かいます。黒潮本陣という宿で全室太平洋側を向いていて、どの部屋からも海の眺めが楽しめるのは特徴。ここからの景色はとても綺麗で何度も見に来ています。黒潮本陣は2023年4月に全面リニューアルオープンしています。太平洋の海水を汲み上げて沸かした塩湯の露天風呂が名物。中土佐を一望できる景色も相まって日帰り入浴が人気。高知市内へ戻って晩ご飯です。香川県を中心に四国で展開されている回転寿司天天丸。高知でも2020年に土佐街道に出店し、ネタが大きいため地元民に大変人気と伺っています。高知の魚を使用した独自メニューもあります。価格も安価ですね。確かにそこらの回転寿司よりもネタが大きいです。天天丸の名物、だし巻き卵。高知の名物ではないですが、うまそうだったのでいただきます。だしがたくさん入っていて、プルプルの食感がたまりません。平成26年の環境省統計局の調査によれば、高知は人口当たりの寿司屋が最も少ない県。高級でうまい寿司屋はありますが、手頃のお店は少ない印象。高知で寿司が食べたくなったら選択肢の一つになると思います。これまで何度も高知へ帰省していますが、やはり楽しい。自然豊かな観光地とうまい食事、時々驚かされる尖った名物。どこか昭和の面影を残す癒しの高知へぜひキーヤー。